テレレ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 シュッ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 、あ、いてよ。どうもこんにちは。デミコです。はい。あ、これね。そう。これ猫パンチ、猫パンチ。あ、違うか。はい。すいません。ハンドウォーマーでございます。はい。今日はハンドウォーマー。こんにちは、デミコです。あれさっき言ったっけ？こんにちは、デミコです。言った気もするけど、みたいな感じです。すいませんね。すいませんね。すいません。今日はこちら、ハンドウォーマーを、求めます。はい。これ、ちょっと編んでみました。これ使った毛糸はですね、まあ、アマリですよ。アマリ糸ね。うん。靴下編んだ時のアマリ糸。これはなんだっけ？これもフリーソックですよ。ユザーエのフリーソック。ね。余ってるやつ。こうやって余ってたやつをね、こうやってちっこいのに入れて、で、これでちょっと押さえて編みました。あ、これ何かって。あ、これね、アイスね。うん、アイスの箱。うん、ちょっとなんか使えそうだなと思って取っといたんだけど、まあ、ちょうどいいサイズでした。はい。なので使ったんですけど、残り、40グラムぐらいあったんじゃない？両方で。でもそれで余裕で足りるぐらいなんで、多分、測れよって話なんですけど、まあ測ってません。はい、測ってません。まあこんな感じでね、今回は、こういったハンドウォーマーをね、編みたいと思います。はい。これね、ちょっと昨日からペペってやって、こうやってやったらできんじゃねえかと思って、やったら、まあ、パパッとできたので、まあ、やろうと。で、これ私の趣味なんで、皆さんのサイズはね、自分的に、ここの長さだったり、ここの長さだったり、こことか、こことかっていうね、例えば私は2目ゴム編みでしてるけど、で、ここ模様入れてもいいし、もう好きなようにやってもらえればいいかなと思うんですけど、まあ、今回の、まあ、今年のハンドウォーマーですね、注目点としては親指部分ですね。今回は、増し目で、親指の部分を作ってみました。はい。去年だっけあれやったのは、一本ずつのこの、一本置きじゃねえや、一目置きの編み込みみたいな感じで縦筋のやつやったと思うんですけど、この辺にリンク貼っておきますけど、はい。で、それとはまた違って、あの時はこうちょっと開けといて、で、ここをこう開けといた状態で、こう一箇所ね、こう開けといて、で、そこからこう編み足すって感じなんですけど、今回は、増し目ですね。増し目をしてって、で、あとはこっちを編んで、で、こっちを編んでいくっていう。まあ、だから、言ったら、これ、完全に、まあ、なんつったらいいの？まあ、これ今左につけてるけど、これ右につけても一緒だよって話で、まあ、どっちでもいいわけですよ。ね。どっちでもいいわけですよ。ね。だから、綺麗にこう、なんていうの？親指の部分がこうやって出せる編み方をしようかな、という感じでございます。はい。じゃあ、早速やっていきましょう。はい。今回使うのは、まあ、靴下の余り糸ですね。はい。で、こっからですよ。こっちから作りますよ。ね。こっちから。まあ、同じように多分ほとんど作れると思うんですけど、ちょっとこっちからやっていきますよ。はい。で、必要なのは、今回はこのフリーソックってやつはね、ちなみに私、ピッチリ目が好きなんですね。ピッチリ目が。うん。あんまりなんかゆったりしてると、こう、いろいろするときになんか、こう、物がちゃんとこう、なんつうの、ゆったりしすぎてて、こう、なんか持ちづらいとか、すいません。持ちづらいとかそういうのが嫌なので、割とぴっちりめに作ってます。なので、この目も自由なんですが、ただ、二目ごま編みをやる都合上、ちょっと目の数を、二目ごま編みでやる場合はね、一目ごま編みだったら別にそんなことはあんまり考えなくてもいいけど、二目ごま編みでやってるので、ちょっと考えて一応ね、目数取ってます。はい。で、その数でやっていきますけど、まあ、おいおい説明します。はい。おいおい説明します。なので、ちょっとこれをね、作っていきましょうということで必要なのは、今回は 3.25 ミリ。これ何号？何号だかよくわかりませんけど、3.25 ミリってこの前買ってきたやつですね。このちょっとちっちゃいやつね。買ってきたんだけど、これちょっと使ってやろうかなと思いますよ。うん。3ミリでやると、3ミリやってもいいんだけど、3ミリでやるとちょっときついっていうか、ほら、なんだろう。あんまりなんだろうな、こう、ふわ、なんちったらいいの？まあ、3.25 のが良かったっていう話です。ちょっと編んでみたら、途中から変えて3ミリで編んでみたら、やっぱりなんかちょっと、なんだろうな、ちょっときついっていうか、これは締め付け感がほぼないんですよ。でもそっちだとちょっとやっぱり、なんとなくこう、締め付けて、てるぐらいのね。うん、そんな感じだったので、3.25 で、今回はやろうと思います。はい。
で、じゃあね、目がいくつになってるかって話です。で、フリーソックです。これはユーザーへのフリーソック。番号なんだっけ、番号はちょっとわかんねえな。どっかの靴下で編んでますよ。ね。でそれから引っ張ってきて、動画説明欄とかにちょっと書いておきますけど、普通のソックヤンよりはちょっと太めだよね、やっぱりね。うん。でもそんな糸を使ってやっていこうと思うんですけど、ですね、私一応ここね、全部で40目取ってます。で、マジックループで編むので、20目、20目になるように取って、40目で編んでます。でも、もっとゆったりがいい人は4の倍数の数で、まあ40、4とかね、48とか、うん。あとはまあ、糸によっても違うだろうから、これが普通のソックヤンってなると、もっと増えると思います。私だったら、まあ48もしくは52くらいで編む感じになるんじゃないかなと思います。はい。ぴっちりめが好きなんでね。うん。そうじゃなくてゆったりがいい人は4の倍数。で、別に2目が5目じゃなくていいんだっていう人は別に2の倍数で普通にやればいいと思います。はい。で、だいたいそうですね。50センチぐらいかな。50センチ。ちょっと待って。そうね。50センチ。もうちょっとかな。うん。まあまあまあ、50センチぐらいかな。ね。手元に手前にやっといて、で作り目をしていこうと思います。結構糸が太いんで、あれです。ゆったりこう目を作っていくと40目でも結構な感じで使えますね。10目でね、10センチ以上使うと思うんだね、多分ね。なので50センチぐらい取っといて、で40目普通に拾ってきます。で輪っかで作っていくので1目多く取りますね。なのでこれで1、2、3、4と数えながら40名まで取っていこうと思います。5、6、39、40。はい。はい。これで一応40名編めたと思います。編めたちか取れたと思います。で、そしたらお尻から1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、20ね。で、ここでマーカーを入れておきます。はい。開いてなかったんで歯で開けました。いつもこれ閉じたまま閉まっちゃうんだよね。よし。で、20でしょ。一応もう一回数えるから。21、22、23、24、25、26、22、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41。はい、41あれば OK です。後ろから数えたときはね。はい。で、これでどうするかっていうと、まずこれをブシュッとね、こっちに移動させて、で、ここで引っ張りますね。これはね、こうして、で、ピューッと引っ張って、はい、分けます。2つに。はい。で、2つに分けたら、この糸がついてる方ね、編んでいく糸がついてる方、お尻じゃなくて、はい、ちょっとねじれてないか確認して、でこれをねこっちやらないようにこっち持っといた状態で後ろに置いといた状態でやった方がいいですよ。後々ね変なことになった時にあれ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 ってならなくて済むんで、こっちに一応止めといて、で私はまあ針でも何でもいいんですけど、針使ってこうちょっとこっち側糸がついてる方ね、糸がついてる方をすくってそのままこっちに渡しますね。こうやってね。はい。これでいいです。はい。で、これで一応セッティングは OK よっていう話でございますね。はい。で、そしたら、もう普通にもう編み始めるだけです。だいぶちょっと言っちゃったけど、まあいいか。はい。まあいいか。はい。じゃあ、これを最初の2目、ここ2目を一緒に編んで、2目1つね、して、で、普通に2目ゴム編みをしていきます。はい。で最初のこの糸は縛る方向が持っていく方向はこっち側なので、とりあえず編みくるまないようにします。これはもうわざと置いときます。ずいぶん長いことになっちゃったけど、まあいいや、しょうがないわね。はい。なんかちょっとずれたな色がな。ほんのりずれたぐらいで大丈夫だと思うんですけど、はい。なので2目ゴム編みをずっとしていきます。1目ゴム編みがいい人は別に1目ゴム編みでもいいと思いますが、私は2目ゴム編みが好きなので、
でも二目ごま編みはさ、見た目好きなんだけどさ、最後の始末がめんどくさいよねっていうことで、最後の始末もまあ以前にもねやったかと思うんですけど、二目ごま編みの閉じ方を最後簡単な方法でやっていこうと思います。はい。じゃあちょっととりあえずこれ一周編んでいきますよ。はい。はい、これで一周編んできました。一周編んできたので、またね、こうやって針を戻して、はい。で、この時に間違いないね。こいつはね、こいつはもう下にちゃんといてるように、はい、あんたこっちよっつってね、下に置いといて、はい。こんな感じで一周二目ゴム編みをしてきました。で、さあ、じゃあこれ何段やってるのかって言ったら、何段だっけ、どっかに書いてあるよ。24段やってます。私は、ここが長いのが好きなんですよ。ね。ここが長いのが好きなので、っていうのは、これ短いとね、ほら、自分の着てるものがさ、ちょっとここ隙間できたりとかするの嫌じゃん。なので、私は長めにしてるんですね、いつもね。これで、ぴっちり締めたいので、二目ゴム編みで、ゴム編み必ずするんですけど、一目でも二目でも。今回は二目ゴム編みの24段。今1段したので、あと23段普通にゴム編みをしていきます。はい。じゃあ、とりあえずゴム編み全部ガーッとやっていきますか。はい。やっちゃいますよ。はい。さっさとやっちゃいます。はい。とっとといきます。はい。24段編んでまいりました。さあ、じゃあ、この次はどうしていくのかっていうと、まあ、簡単です。はい。まあ、柄みたいのをね、入れる人もいるかと思うんですけど、まあ、私はもう普通に、メリヤスですね。メリヤス編みで、この先、20段かな。20段メリヤス編みをとりあえずしていきます。もうシンプルです。もうとにかくシンプル。はい。メリヤス20段ちゃっちゃといきますね。全部メリヤス。はい。20段いきます。はい。20段メリヤス編みで編んできました。はい。じゃあ、ここから親指の部分を示していくんですけど、ちょっとね、これマーカー一つ置いといて、で、じゃあちょっとやっていこうかっていう話なんですけど、こっちが編み始めの部分ね。編み始めの部分。とりあえずこっち側をずっと編んできます。最後に1目残るところまで編みます。なので、19目か。とりあえず19目編んで1目残したところでストップ。3、4、はい。最後1目残したところでストップします。はい。で、どうするかっていうと、とりあえずはめときます。一つね、ここね。で、ここ、増し目をするんですけど、ここの、今編んできたところのこの目の下、この渡り糸が入っているところの、ここですね、この3番目って言ったらいいのかな。ここの目。この渡り糸が入っているところ、ここを拾って、で、左側から針を入れて、ねじり増し目をします。これは、どっちになるの？右上になるの？これは。右上ねじり増し目かな。で、普通に編みます。はい。で、ひっくり返して。で、こっち側も同じように増し目をするんですけど、こっち側の場合は、一目編んで、そしたら今度は、こっち側ですね。こっちがまだ編んでないところの目のすぐ下。ここを拾ってかけて、向こう側で編みます。そうすると、左上、ねじり増し目。はい。で、編んできます。この段全部一応、メリヤス編みでバーっと全部編みます。はい。1段メリヤス編みをしてきました。で、ひっくり返して、次の段は1段増し目なしでずっとメリヤス編みで編んでいきます。はい。じゃあ1段メリヤス編みを普通にしていきます。はい。1段編んできました。メリヤス編み。はい。次どうするかっていうことなんですけど、次また増し目をするんですけど、じゃあどこで増し目するのかっていう話でね。で、とりあえず、この目のところ、この輪っかじゃないんだ。マーカーだ。ね。マーカーが入っているところまでとりあえず編んでいきます。はい。
とりあえずマーカーのところまで編んできました。で、マーカー1回外します。で、ここで1目また編みます。はい、編んで、ここを20目に戻します。この後、親指の部分をこう、なんつうの、別に編んでって、で、こっちは甲の部分で編んでいかなきゃいけないんだけど、ここ20目必要なので、1目増やして、ね、こっちはもうだって一番端っこから出ないから、出ないことはないけど、でもこうやって出した方が綺麗だからね、やっぱりね、一つ内側で出した方が。だけど、ここをまた20目にしておかないと、後々ちょっと都合が悪いので、ここ20目に戻して、で、ここにまたかけ直します。そして、同じように、またこの渡り糸のすぐ横、ここですね。だから、ここの今かかってる輪の下のもう一つ下、ここの左側の目を拾って、向こう側にこうかけて、はい。で、右上、ねじり増し目ですね、これね。こう。で、増し目をします。はい。で、編みます。で、ひっくり返して、こっちでも同じことをします。なので、同じようにひっくり返したら、はい、こっち側で1目編んだらまた増し目、ここですね。今度は左側を取るので、左側を取る場合はまだ編んでないので、今度は編む目のすぐ下、ここを拾ってかけて、でかけた状態、向こうから拾って左上ねじり増し目をして、でまた端っこまで編んでいきます。はい、はい、端っこまで編んできました。そしたらまた1段増し目なしでメリヤス編みをしていきます。今片面じゃねえなつの片側22目になってると思うんですけど、ここで普通にまたメリヤス編みを1段していきます。増し目なしです。はい、1周してきました。1段編んだので、次また今度増し目になります。で、次の増し目どうするかっていうと、このはまってるところですね。ここまで編んでって増し目をするだけです。はい。はい、ここまで編んだら、このマーカーをこっちに移して、で、渡り糸の隣の目、ここですね。ここを左側からこう拾うんでもいいし、こっちでかけてあげてもいいんだけど、かけてあげたら、左側から針を入れて、右上、ねじり増し目をして、1、2、3ですね。今、3つ、3回目の増し目かな。だからね、3つ来てる。で、裏も同じように、はい、2目。2目編んだら、今度は左側ですね。まだ編んでない方、すぐ下の目を拾って、このまま引っ掛けて、針が後ろに入った状態で、はい、表編みをして目を増やす。で、3目になったと。で、また普通に編む。この繰り返しです。はい。じゃあちょっと端までメリヤス編みをしていきます。はい、1段編んできました。このようにですね、こう印が入ってるので、印を入れてるところまで来たら、その後増し目をしていく、どんどん。で、次の段は、増し目せずに、1段メリヤス編みだけで編む。で、裏側も気をつけなきゃいけないのは3目増やした。じゃあ3目進んで、じゃなくて2目ですよっていう話ですね。そこだけ気をつけてもらって、まあ分かんなかったらこっちにも、お印をね、入れて、で、お印入れたら印の手前でね、増し目をするっていう感じね、裏だとね。うん、そんな感じ。なので、こんな風に、9目、ここが9目になるところまでやっていきます。1段増し目したら次の段は増し目せずにそのままメリヤス。はい。それでここを9目まで増やしていきます。じゃあ次の段はただメリヤス編みをね、ひたすらしていくだけなので、それで編んでいきますけど、ここを9目まで増やしていこうと思います。はい。
9目増やしてきました。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい。9目ね。9目増やしてきたところで、メリアス編みを2段します。このまま。増し目なしで。はい。増し目なしで、メリアス編みを2段で、やっていきます。はい。はい。これで2段、そのまま、増し目も何もせずに、編んできました。メリアス編みをね。はい。そしたら、このマーカーがついてるところまで、とりあえず、メリアス編みをしていきます。ここで親指を分けます。3、4と20目ですね。だからね。20目編むことになりますね。はい。じゃあ、マーカーのところまでいきます。はい。で、マーカーのとこまで来たんで、マーカーは外します。で、ここでちょっと進めといて、外れないように。で、ここで針と別糸を用意します。糸は滑りやすいものがいいので、私はコットンを今回使いますけど、ね、こういう滑りやすいコットンとか、ナイロンとかね、いろいろあると思うんですけど、ナイロンつっても、あれはツルツルのやつね。うん。それで、これを移していきます。まずは9目こっちに移しますね。3、4、5、6、7、8、9。はい、9目ぴったんこ。はい、当然でございます。はい。で、そしたら今度こっち側を9目移します。はい。で、1、2、3、4、5、6、6、7、8、9。はい。で、はい。で、これでちょっと外れないように、これを外れないようにしておきます。まあ、結んじゃってもいいと思うんですけど、ここを結んじゃって、はい。こう置いといて。はい。で、これでこっちも20目、こっちも20目になってると思うので、これで、この状態でズン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 編んでいきますよ。はい。ここでね、メリヤスがね、何段になるんだろう。10段かな ?10 段ですね。10段メリヤス編みでずっと甲の部分を今度、この編み足していきます。はい。じゃあ、ここは普通に、ここはもうあれですからね、帰るところなんで、こっち側なんでね、こっち側来て、1段になります。はい。はい、これで、メリヤス編みを10段編んできたので、次はこの先、2目ゴム編みですね。2目ゴム編みを8段していきます。で、ここの閉じ方は、2目ゴム編みの閉じ方をしてるんですが、簡単な方法でやります。はい。簡単な方法。うん。何だったっけっていう話でね。はい。その方法でやってきますけど、とりあえずなので、こっからは、2目ゴム編みの8段ですね。2目ゴム編みで8段。はい。編んでいきます。この2目ゴム編みをするために、やっぱり4の倍数で揃えておかなきゃいけないので、はい。なので、2目ゴム編みじゃなくて1目ゴム編みをする場合、もしくは、だったらね、2の倍数でもいいし、じゃなくて編みっきりにするんだっちゅうんだったら、まあまあいくつでもいいとは思うんですけれども、指の部分もね、この親指の部分も。で、親指の部分が9で今、全部で18になってると思うんですけど、まあまあ、これは後で説明しますよ。はい。どうやってやっていくのかっていうのね。まあまあまあ、まあまあまあ、増し目するんですけど、要は。増し目をするんでございます。ずれてるで、おい。うん、どっかずれてんな。ここだな。はい。増し目をするので、それで20目にして編んでいくっていう形になるんですけど、まあ、おいおいね。はい。おいおいやっていきますよ、それは。はい。じゃあ、8段編んでいきます。はい。8段。2目ゴム編みを編んできました。じゃあ、ここでどうするかっていうことですね。ここで、2目ゴム編み止めをするんですけど、簡単な方法でやっていく。いや、簡単にしてやっていこうっていう話ですね。で、使うのがだいたい1、
23、まあまあまあ適当にね、適当に長めに出しておいても別にいいと思うんで、はい。でこうちょっと3倍以上4倍ぐらいは最低でもちょっとカットしといて、ほいでどうしていくのかってことなんですけど、でも今切ったけどとりあえずこれはほっといて何するかっていうと、前にもやったと思うんですけど、目を入れ替えて一目ゴム編み止めと同じやり方をしていくっていうことですね。で目としては入れ替えて一目ゴム編みのように入れていくんだけど、二目ゴム編み止めっていうややこしいやつをやっても結局目の入り方は同じなんですよね。同じなんだそうで。なのでとりあえずまずは目を入れ替える。で一目目、二目目、三目目、ここを入れ替える。ここを入れ替えるんですけど、こう持ってきて、どうやって入れ替えてもいいとは思うんですけど、例えばここでなんか、例えばこうやってね、これをこう置いといて、で先にこれを入れて、で後でこれを入れるみたいな、こういう感じですね。これでもいいとは思うんですけど、234、ここだね、ここで入れ替えるんだけど、じゃなかったらこっち入れて、で引き抜いて、こっちの方が楽だと思うんですけど、プッと拾ってでまた刺すっていうね、こういう感じで入れ替えれば楽に入れ替えられる。でここをねぐさっと刺して、でこれを見失わないようにちゃんと引っ掛けて、でこっちを戻す。こういう感じでクロスさせる。234とここですな。ここをこっち側をグッと入れて、で後ろ側で拾って、これねこっていう感じなんですけどこれがね目がひっくり返んないように目の方向をね、ちょっとぐちゃぐちゃになってきたよ。おいおいおい、こうです。この方向ですから、こう、はい。でこれをこう拾って、はい。でこうですね。危ない。はい。で123、ここですね。表と裏がくっついてるところ、こう2番目の表と最初の表、ここ裏だね、最初の裏、ここを位置を変える。で裏を後ろ側でも取って、表を前側で入れるっていう、この入れ替えですね。これをまずやりますね。はい。こっち側もこれやっちゃったらもうあとは楽だからね。この入れ替えをやっちゃえば、あとは一目ゴム編みの留め方をやればいいだけなので、一目ゴム編みはねそんなにほらねややこしくないと思うんで、こう拾って、こことここだね。だからね、こことここを入れ替える。グッと刺して、割れないようにと刺して、裏を拾って、はい。で1、2、はい。で、はい、こんな感じで入れ替えてきました。はい。でグッと刺して、で拾って差し替えて、はい、これで全部入れ替えてきました。じゃあこれであれをね、一目ゴム編みのやり方をやっていけばいいということになりますね。もう順番的にもう表裏の順番になってるんで、これで一目ゴム編みの処理の仕方をしていきます。同じなんですって。こんなに言うと長くしちゃう。まあいいやこれでやったでもう2目ゴム編みの処理をしたのと同じ入れ方になるっていうのがすごいよね。そんなもんなんだろうけど、はい。でまず最初の目はこう右側からね、私は入れとくんですけど、分かるように右側でこういう形でこう入れればいいように、はい、右側から入れてね外します。で外しといて、でまずここをこうだからこっち側からかな、右側から入れる感じ。はい。でそしたらこれをこういう方向で入ってる方向に戻して、普通に左側から入れて、最初の面とかね、でまたこう外しといて、で今表の目に入れたのでね、一目ゴム編みするようにこっちの表の目
こっち側から入れて裏、これは裏の目なのでこっちだね、終わる方向だから、こっちから右側から入れたらこっち真ん中、ここ間を通してグイッとやるっていうね。グイッとできなかったら一回前に出して、一目ごま編みのやり方はいろんなところでやってると思うんで、皆さん探していただいてもいいし、私もどっかで多分やってるんでね。これね、裏目だけど表目を編むように入れると。こっち側ね、最初の目はね。でこっち2回目表の目入れるんで、最後こうなんつうの、針から落とす時には正しいっていうか、編む方向で入れて終わらせる。だから最初にその目に入れる時ね、表の目ですね。これ表の目に入れる時は、普通編む時はこうやって針を入れていくんだけど、最初1回目入れる時は右から逆側から入れる。でこれ裏目終わる目になるんで、外す目になるんで、外す時はいつも編む方向から入れて外す。でこっち側は逆方向、つまり左から目を入れるっていうね。針かね、目の方向左側から入れて1回目は通す。それだけですよね。これ表だから外すから左から入れる。そしてこっちの表目は右から入れる。はい。じゃあこれで閉じていきます。はい。最後の部分。これはこうやって入れたんだから、こうやって戻すものなんだから、ちょっと待ってね。こうですよ。こう。だからこっちからです。こっちから通して、でこっちは最後はこっち側から後ろから入れて、これで OK かな。はい、これでいい感じで、キュッとやってこんな感じですね。はいね、色がちょっとガチャガチャしてる感じもしなくもないですが、一応これで閉じられていると思います。はい、でそしたら適当にこの辺に通してね、そんなに変な感じはしないと思うんですけど、これがねちょっとここがねちょっとずれる感じがあるよね。だからこれをちょっと後で微調整はもう手でちょっとね、この部分はどうしてもこうなるんだよね、私ね。これならない人いますか？こういうふうに。私はなります。はい、なのでいつもこうやってちょっといじくる感じ。はい、適当にちょっといじくって綺麗に揃えて、こんなの後でやりゃいいんですけど、適当なこと言ってますけど、はい。でそしたら糸処理をします。もうさっさとめんどくさいことはやってしまいます。はい、糸処理。こっち巻き、こうだな。はい。逆巻きでも別に止まってりゃいいと思うんですけど、はい、これで入れ込んで、そしたらちょっと裏に響かないようにしたいところだけど、どうだろう。大丈夫かな、このぐらいだったらね。はいはい、どうだ、大丈夫、響いてないから。はい、でこれでちょっと短いかもしんないね。ちょっとね、もう一回やっとこうね。ちょっと怖いから外れちゃうと。でこれで、ギュッとあんまり引っ張んないようにして、でこうやってちょん切ってあげます。はい、ここまでできました。はい、見事でございます。はい、できましたよ。ほら、同じようなのができました。はい、そしたら次、親指です。はい、さっさと親指いきますよ。親指はですね、はい、ここでまた拾っていきます。はい、別糸が通ってるので、そこをこっち側から丁寧に、拾ってあげます。まず9目拾います。これでいくつさ1234567、はい、89と、これで9ですわ。割れないように割れてないか、大丈夫かい。おいなんか割れてっぽそう。これ
はい、こうですね。はい。はい、これで9目拾いました。9目拾ったのでビューッと引っ張って、はい。で、こっち側から引っ張ってね、こう外して、まあ外すのはね別に後でもいいと思うんですけど、でそしたらこっち側からまた9目拾ってきます。3、4、5、6、7、8、はい、8、9で、ここ気をつけなきゃいけないのが、ここ沈んでることがあるので、ピュッと引っ張って持ち上げてあげないと、間違ってこっちの青い方を取っちゃったら間違いなんでね、これなんで拾わなきゃいけないな、この茶色いやつ。まあこれだとね色が違うんで分かりやすいとは思うんですけど、はい、拾ってあげます。でそしたらこの別糸を引っ張って抜いてあげて、はい。でこれで9目ずつ拾いました。で拾った後にさ、じゃあどうするかっていうことなんですけど、ですね、どの糸、これか、この続きから編んでいくんですけど、まずちょっとこの別糸をね、ちょっと待ってね、この余ったやつを使いたい。余ったやつ使いたいけどどうしよう。めんどくさいな。めんどくさいぞ。ちょっと待って。一周できたらいいか。はい。じゃあいいや。これを使ってきます。直接ね。で、その前に、増し目をしてあげなきゃいけないので、増やしてね。はい。やっぱりこっち使おう。もったいないから。はい。これ使います。はい。これ使ってきます。はい。はい。で、まず拾うとこ、どこ拾うのかっていう話なんですけど、ここの渡り糸があるところを私いろいろ拾ってみました。こっちを取るとここも穴開くし、これを取るともう超穴開くしってことで、まあ次の下あたりを拾った方が、こうなんつうの、後ろに1本横に走ってるのがあるので、まあ好きなとこでいいと思うんですよ。ここでもいいし、渡り糸でもいいし、とにかく一箇所どっかから、取ります。で、ここ取っちゃうとどうなんだろうな。真横だと、編んであるところで、こことここですね。取るんだったらここかな。ここ入れたり。でも、できれば、このラインを崩さない方がいいと思うので、ここでは取るのは渡り糸の方がいいと思います。で、ここ取るとビヨーンって穴が開くんで、もう一つ下を取って、で、これはどっちの方向で入れたらいいんだっけかな。右、左、こっち、どっちでもいいと思うんだ。どっちでもいいと思うんだけど、これは私は前から拾ってこう入れて、こっち側から編む感じにしようかなと思います。なので、これちょっと長めに置いといて。で、ここ長めにちょっと残しておきます。で、長めに残しておく理由は、どうしてもここ穴が開くんで、どう頑張ってみてもね。なので、後で塞ぐための、用の糸としてちょっと端っこ残しつつ、今増し目をしたところをまず1目編んで、なのでこれを糸処理しないでこのまま放っておきます。で普通に編んできます。123でしょ。45678 9 10目。はい。これで10目ですね。で、こっち側。こっち側も同じように普通に編んでいくんですけど、根元のところでまた増し目をしてあげます。同じとこから拾います。同じようなとこね。相対する同じところ。はい。で、これまた、じゃあ、とりあえず9目編みますね。1、ギュッと引っ張って、2、3、4、5、6、7、8、9。はい。で、9。で、10番目の目を拾います。ね、これじゃまだ、もう終わったからこれ外すね。はい。はい。で、これで拾えばいいのか。10番目の目を拾うのはさっきと同じように、渡り糸がここにあるんだけど、2番目の渡り糸を拾って、
これね、ここじゃなくて、ここ拾うとミューンってやっぱり開いちゃうんで、この一つ下、これ今から編むやつ、この一つ下のここを拾います。後ろからこう拾って、後ろから拾う、前から拾う、ちょっと待ってね、こっち側だとこういって、こう、あれこっち側どうやったんだっけ、まあどうでもいいね、どうでもいいね、分かんなくなってきたから、こう拾ってかける。あ、だけどこっちはこっちか。はいよ。じゃあこっちはこうだ。こう前から拾って、前から拾って、で、目を向こう側で、こっちでいいんだよね。はい。向こう側で拾ってねじり、増し目にする。はい。どっちの向きでもいいと思いますけど、はい。で、これで10目になりました。で、合わせて20目。ね。これで両方合わせて20目になったので、遠慮なく、なんて言うんですか、遠慮なく普通に、何段か編んで、その後、2目ゴム編みをしていくっていう感じになりますね。はい。で、ここが、ちょっと、ここも引っ張らないといけないんですけど、まあ、これはどうせ後で使って引っ張るんで問題ないので、で、こっちをとりあえず1目編んで、はい。ギュッと。で、ギュッとね。2目ぐらい編んで大丈夫かな。はい。2目ぐらい編んで、で、それで糸を描いていきます。足していきますね。これでね。はい。で、こいつはまた、糸処理を、こっちの糸は糸処理をしながら、これも後々糸処理しないといけないので、ちょっと置いといて、ややこしいけど、とりあえず1目押さえるために、はい、編みます。はい。で、これを入れていく。糸処理面倒ですけど、ここでこっちの糸はね、糸処理していきますね。なんか引っかかってんな、これな。はい、こうだね。はい。で、引っ掛けて、で、ここでは何目だ、1目ずつ増し目をした後は3段、とりあえず3段メリヤス編みを指ではまずしていきます。だから大してしないで、その後、ゴム編みに入りますね。なのでここは3段メリヤス。これで今2段目かね。もう一回これ処理、はい、でひっくり返して、でここはさ、どっちにしろさ、穴がもうどう頑張っても開くと諦めて、あんまり穴を閉めることを考えずに編んでいいと思います。後でどっちにしろ処理するんで、どう頑張ったって開くわね。そう思って別にここ頑張って閉めなくてもいいと思います。はい、こう入れて、はい、こうか。キャー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 。はい、3段メリヤス編みを編んできたので、この後は6段ゴム編みをします。はい、これはもう糸処理してきたので、ある程度入れてきたからもう切っちゃいます。邪魔なのでね、指のところは。はい、じゃあここからはい6段ね、6段ゴム編みをしていきます。2目ゴム編みですね。2目ゴム編みをするので、ここをあえて、合わせるために、9目の、増し目をしてやったっていうことですね。なのでこの辺を数をやっぱり合わせながら、目の数をね決めていったらいいのかなと思うんですけど、
まあ2目ゴム編みじゃなくても別にいいのでね、全然ね、1目ゴム編みだったらもうあんまりいろいろ考えないで2の倍数でやっていきゃいいだけの話なんでね。はい。じゃあこれで6段ゴム編みしてきます。2目ゴム編みです。でこっちは裏から始まるね。はい。簡単やで。このなんちゅうの、あれはハンドウォーマーはね、もう思いつきで始めましたから。はい。思いつきで始めたので、あんまりなんか親指をね、この増やすところ、これでやったら普通に増えて親指の形になるんじゃねえと思いついたところからやり始めて、でそれでやってみたらできたから、じゃあこのやり方で普通やってる人もきっといるんだろうなと思って探したら、まあいそうだなと。なんか編み方動画でこの形でやってるのはちょっと見つけられなかったんだけど、なんかインスタの写真とか見てると、この方法でやってるんだろうなっていうような手袋はいくつか見つけたんで、まあこのやり方で多分やってる人もいるんじゃないかなと思います。はい。じゃあちょっと終わりにしていきましょう、これでね。はい。はい、6段ゴム編みをしてきました。じゃああとはここを2目ゴム編みを1目ゴム編みのように留めていきます。はい、早いね、早いね。はい、じゃあまず入れ替えますね、目をね。ここは OK。こことここの目を入れ替える。はい、ぐさっと刺して、はい、で、はい、これで入れ替える。ね。2、3、4と、はい。で、ここでぐさっと刺して、ぐさっと、あれ刺さんない。はい、ぐさっと刺して抜いて、はい、で入れ替えると。はい、これで入れ替えました。なのであとは1目ゴム編みを留めていくように留めていくだけです。はい、じゃあ最後留めていきましょう。いやちゃかちゃかやってったらもうこれなんつうの、両手を編むのにまあ1日あれば編めちゃうんじゃないかなっていう感じなので、そんなに難しくないと思います。はい。でこっち側からちょっと引っ掛けといて、でちょっと下ろしといて、まあ一応外れないように留めときますか。怖いんでね。はい。でこっち側、これが裏目になってるので左側からちょっと通しますね、最初は。で下側行っちゃいけないよ。はい、通して、でこれを入ってた方向がこういう方向で入っていたので、これを左から右に通す。はい、で落としとく。はい、で表目の方右から左に入れて、でこいつは2本目入るんで、こいつは右から入れて、裏目の方は右から入れて落として終了。これ邪魔だからここをこうしておけばいいんだね。はいはい。でおっとっと、で後ろ側回ってきて、ここグッとね、グッと入れて、やってることはこう来たら後ろ側から間を通って、引っかかんの嫌やね。でこっち裏の目を左側から入れてあげるね、裏の目にね。はい、でそしたらこれは今度表の目なので左から右に入れて落として、次の表目に入れる、右から左。はい、じゃあこれで全部閉じていきます。はい、これで裏目は右から入れて終了。はいはいはい、これで全部入りました。はい OK です。で全部入ったのでこれはこっち、はい、ちょっとこういう感じでキューッとなるように通してあげて、こっちじゃなかったかな、
逆側だったかも。逆側だったかな。逆側も行くかいじゃあ。はい。戻りますみたいな感じでね。ちょっと戻ってもう一回。なんかちゃんとかけたようなはずなんだけど、なんかかかってないかもしんないし。ちょっと引っ掛けよう。こうやってね。はい。こうしとけばいいんじゃない？超適当なんですけど、はい。いいと思います。はい。どうせわかんないし、そんなに。格好悪いことにならなければ表から見てね。うん。はい。で、こっからちょっとね、糸処理をしていきます。こんな感じでいいかなと思います。これでもう大丈夫だと思うんで。はい。はい。ちょんと。で、これももう全部処理した糸なんでね、もうちょっと短く切って。はい。これでほぼ終了なんですけど、あとここ閉じるのと、最後ね。じゃあ最後ダイナミックにね、閉じていきましょうか。こんなに余らしちゃってね、もうちょっとあれすればよかったなっていうのもさ、ちょっとね、こっちとほんのり高さが、ほんのりですけどね、まあわからない程度にずれてて、で、ここにピュッと入ってるんでしょ。本来はこれが入らなくて、始められたらよかったんだけどね。でも同じ目数なはずなんで、ただ単にこのちょっとこっちの方が進みがこんだけずれてるから、ここに茶色が入っちゃったけど、本来だったらね、この分ももうちょっとこのぐらい、そう10名ぐらいか、まあ、変わんないな、そんなにさせん、そんなに変わりませんでした。はい。でこの方向で考えると、こうやって編み始めてるんだから、いつものごとくこっちに流せばいいんですね。はい。こっち側に流すように適当に、はい、流していただいて、はい。でそしたら糸処理、ここもね糸処理を普通にしていきます。ここによし。この処理をする時はね、ほんのりなんつうの、糸を割る感じで入れた方が止まるんじゃないかなと私は思うんですけどね。はい。これで直近。はい。こっちはいいんじゃないかな。はい。まあ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 大丈夫、このぐらいは。はい。でちょっとここ端っこ出てるわよ。どっから出てるのかしら。これちょいちょいとどっから出てるんですかっていうことでね、これちょっとここですね。はい、こんな感じで、はい、これであとここだけですね。はい。じゃあここの穴開きを閉じていきます。でどんだけ開いてるかっていうと結構開いてます。はい、このぐらい普通に開いてます。気にしません。これから詰めてきます。はい。でこれはもう周りをこうやってキューってやるとこう寄っちゃうんで、そうじゃなくて今回はこう渡ってる糸をこう取りつつ、こう両方をちょっと丁寧にね閉じていく感じでね、適当に拾うんだけど、でもあんまり適当すぎないように、こうやって渡り糸を拾う方がいいですね。こうやって何気にこう空いてるこう一番端のこうやって渡り糸を拾うようなね、こういう感じでここのこう来てるところの渡り糸をこう拾うような感じで潰してってあげる。そうすると多分綺麗に閉じると思います。ただこう色のねちょっと違いがあるんで、あんまりこうちょっと目立つようだと嫌なので、ちょっとこれね抜いて、はい、目立たないようにちょっと切り替えてね、こういう感じで下がって、でもう一回ちょっと穴を確認して、どうかなまあこのぐらいだったらね多分大丈夫だとは思うんですが、心配だったらまあ1針2針入れてもいいんじゃないかなとは思いますね。これで一回こう通して、こっち側も通して、なんとなくちょっと閉じの、あとこっち側もねちょっと下を通して引っ掛けるようにちょっと通して、でこういう感じで適当にちょっと通して閉じるような気持ちで丁寧にやればね大丈夫です。はい。
で適当に裏に通して閉じたら、はい、ちょっとひっくり返して、はい、で裏から見たらちょっと変な感じになってるかもしれないけど、まあそれは気にせずにいていいと思います。まあ心配なようだったらねあれだけど、あんまりいじくってね、またなんていうの変なとこで釣れちゃうのもあれだから、もうなんだろう、表から見ていいやと思ったらもうあとは閉じてしまえばいいと思います。適当なところでこう引っ掛けつつ、はい、糸処理をしていきます。はいはい、これでいい感じで多分閉じたと思います。じゃあね、これでね両腕をちょっとはめてみましょうね。あ、これ細かいの片付けて、はいはい、出しっぱじゃね、はい、見栄えがよろしくないんで、はいはい、はめていきましょうかね。これ、左手のつもり右手のつもりって別に分けてないんですけど、両方とも結局同じなんで、はい、できました。こんな感じです。どうですか？同じ長さになってるよね。で、大体同じ感じの柄的にもね、ほんのりここの茶色が先に出てきちゃったんでね、こっちのがちょっと早かったんで、早かったっつうのはここは短いんだな、最初のところがな。こんな感じで出来上がりました。いかがでしょうか？はい、ハンドウォーマーでございますね。ちょうどいいんじゃないかな。あとはもうこの辺の長さは本当にねお好きなようにっていう感じなんで、私前回編んだやつがちょっと長かったのかな。ちょっと長くってちょっとねなんかする時に邪魔な感じがあったのね。でそれよりも多分今回は少し短くなってると思います。この指が出るところが。でも親指はねこれいい感じよ。これね親指はちょっといい感じだと思うので、これはまあいい感じじゃない本当に。でこれがねちょっと手首寒くないように長めにしてあるんでね、これバッチリよ。髪の毛が、はい、もう毛がすっごい抜けっかんね、もうね。というわけでできました。はい、完成。イエーイ。簡単にねちょっと説明してきましたけれども、そんな難しいもんじゃないので、親指のところもねもう靴下編んで慣れてる人なんかは普通にマシメしていけばいいだけだし、セーターとかも編んでる人もいっぱいいるだろうしね、みんなマシメなんてお手なもんでしょうということでね、簡単に親指を今日は基本的にはね親指を作り方っていうかマシメで作っていく作り方をしてみました。いかがでしたでしょうか？というわけで本日もここまでご覧いただきましてどうもありがとうございました。また、次の動画ですぐにお会いしましょうということで、本日はここまで。さよなら。いやさ、いいよねこれね、なかなかいい感じにできたわ。これほんとマジでほんとお手本なしで最初編み始めて、でこうやってやっぱり編めるんだって思ってからちょろっとどうやって編んでんだろうみんなと思って探したら、あらこれで編んでる人が見つけらんないみたいな。もちろんすっごいよく探したわけじゃないんだけど、ポロポロポロって見た感じなんかちょっといなかったから、まあでもいると思いますけど、写真等では見たことあるんでね、こんな感じで親指を作るのもいいんじゃないでしょうか。はいね、いい感じでできたわ。今年はこれでいこう。よし。猫パンチ。